はい、こんにちは、堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。今回の動画はですね、前回 S&P500 の買い場について、2024年は3回あって、で、その3つの日にちをですね、ズバリお教えするという動画の内容だったんですけど、今回はですね、ナスダック100について2024年の買い場、あるいは毎年いつが底になりやすく、いつが天井になりやすいのかということについてのお話をさせていただこうと思います。S&P500 の時と同様に、検証したバックテストは以下のような内容になります。毎年1月の第1営業日目の終値でナスダック100を買って、それを1日後の終値で売却する。2日後の終値で売却する。3日後の終値で売却する。という売買を250営業日目に売却するというところまでの検証を行いました。過去38年間分のデータを使って検証を行ったわけです。例えばこの EXIT データで1、2、3、4、5、6と数字がありますけれども、これはどういう意味かというと、毎年1月の第1営業日目で買って、それを1営業日目で終わった時の1営業日目の終値で売るという売買を38年間繰り返した場合、そのネットプロフィットはマイナス21ドルになってますということですね。それを毎年1月の第1営業日目の終値で買って、それを2営業日後の終値で売るという売買を38年間繰り返した場合、ネットプロフィットが685ドルの損失になっているということを表しているわけです。ちなみにこれは100ドルを元手に単利で売買した場合の結果になっています。で、それを、ずっとですね、250営業日目まで保有して、そこで売却した場合の損益が、ネットプロフィットがどうなるかということまで過去37年間のデータを使って検証したということになります。特徴的なのは EXIT データが1、2、3になっている場所を見ていただきたいんですけども、こちら1営業日後の終値で売る、2営業日後の終値で売る、3営業日後の終値で売るっていうことをした場合、マイナスになる38年間そういう売買を続けるとマイナスになるという結果になっています。では今これ収録しているの1月9日なんですけれども、今年は実際どうだったのかということをチャートを見ながら考えてみたいと思います。はい、こちらナスダック100の日足のチャートになるんですけども、今年のまず第1営業日目っていうのはいつかというと、日足のチャートで言うとどっかというとここになります。で、この終値で買うという検証をするわけですね。ですから、こちらですね。終値ですからこの部分。ここで買ってるということです。で、それを1営業日目の終値で売るっていうのがこうですね。2営業日目の終値で売るっていうのがこうですね。3営業日目の終値で売るっていうのがこうなんですけども、それをやると、過去のデータからすると、そういう売買を過去38年間続けるとマイナスの結果になるというのが検証結果だったんですけども、今年もですね、実際のところ1月の第1営業日目の終値で買って、それを1営業日後の終値、2営業日後の終値、3営業日後の終値で売っても結局損失になるという、例年と同じアノマリ、例年と同じ結果になっているということですね。4営業日目の終値で売る場合はこちらになるんで、この時初めて買い値よりも相場水準が上に行ってますから儲かっているということになり、過去データの検証の結果でも4営業日後の終値で売ると167ドルの利益になっていると、結果と同じような相場が今年最初の値動きだったということですね。こうしたですね、検証結果を皆さんにご提供するのはですね、この通りやれば儲かりますということを言いたいのではなくて、こういう値動きのアノマリーというものを知った上で、それを皆さんの売買に生かしてもらいたいという情報提供の意味でやっているということです。ですから、この通りやれば必ず儲かるというような、そういう話ではありませんので、その点ご注意ください。あくまでも過去のデータの結果としてこういう傾向がありますよねというアノマリーを皆さんお伝えするための動画だというふうにご理解ください。棒グラフはネットプロフィットの棒グラフになっていて、ナスダックの100の年足のチャートを見ていただければ、こちらがこのように1、2、3、4、5というふうに非常に長期にわたって上昇トレンドを形成しているということがわかります。そのためですね、保有する期間が長くなればなるほどネットプロフィットっていうのは増えていく傾向にあるっていうのは、先ほど見ていただいた年足のチャートからわかりやすい話だというふうに思います。だったらずっとですね、最初に買ってずっと持ってればいいんじゃないかっていうふうに考える方もいらっしゃると思うんですけども、それがいいと思われる方はそういう売買をされればいいと思いますし、ずっと持っているとですね、どうしてもこういう
下落する場面があるわけですね。下落する場面っていうのがこうあるわけです。こういう場面を避けて、できるだけこの上昇する局面でトレードできたらいいなっていうふうに私は考えますので、そういう時の材料としてお役立ていただければなというふうに思ってるわけですね。例えば積み立て投資をね、している方でも、こういうそこのタイミングですね。そこのタイミングに合わせて、積み立てを行っていくことによって、ただ単純にですね、毎月一定日に積み立てるよりも、より高いパフォーマンスの結果を残せる可能性があるということですね。はい。では、実際にいつ買えばいいのかっていうことについて、これからお話ししていこうというふうに思います。まず最初なんですけども、先ほど見ていただいた通り、1月の最初はですね、少し前半から上昇して下落するという形になっていますので、あまり1月の最初から買うというのは得策ではないわけですね。それよりも、この底になっている部分ですね。で、買った方がいいんじゃないか。つまり、この上昇する前に買った方がいいんじゃないかというふうに思います。そういうことをこのネットプロフィットで見ると、ナスダック100の年間の買い場というのは4回あるということになります。こちらが1、2、3、4ですね。この4回の買い場について今日これからお話ししていこうというふうに思います。まず最初の買い場ですね。これはいつかというと、1月の第1営業日目から数えて、17営業日目の終値で買って、それを31営業日目で売却するというエントリーとエグジットのポイントになります。2024年でいうと、1月25日に買って2月14日に売却するということになります。次、2番目のエントリーとエグジットポイントなんですけれども、これは1月の第1営業日目から数えて49営業日目の終値で買って75営業日目の終値で売却するという売買になるんですが、具体的に2024年でいうと3月12日に買って4月18日に売却するという売買になります。次ですね、3番目のエントリーとエグジットポイントなんですけれども、これは1月の第1営業日目から数えて91営業日目の終値で買って169営業日目の終値で売却するという売買になります。2024年でいうと5月10日に買って9月2日に売るという売買になります。で、4番目ですね。これは1月の第1営業日目から数えて196営業日目で買って250営業日目で売却するという売買になりまして、2024年でいうと10月10日に買って12月27日に売却するという売買になります。以上がですね、4回の買い場、エントリーポイントとエグジットポイントの情報になるんですけれども、先ほど申し上げた通り、この通り売買すれば必ず儲かるということが言いたいのではなくて、これを皆さんの売買に活かしてもらえればということですね。過去チャートをね、振り返っていただくと、こういう、上昇トレンドですから、こういう動きになっていたときに、過去のチャート、年度によってですね、全くエントリーのポイントが変わります。例えば、本当うまいときはこの底で拾えてる場合もあれば、すでに上昇しているときに買っているときもあるし、この下がり始める前に買ってしまっているっていうときももちろんあります。売却するときもなんですけども、この下げ始める結構ピークら辺で売却できている時もあれば、もう下がっていて、結構下がって底になっている部分で売却している時もあるし、まだ上昇している途中で売却してしまっている時もあります。ですから、ここら辺をテクニカルの知識を合わせて、うまいエントリータイミングとうまいエグジットタイミングで利益の最大化を図っていってもらえればというふうに思うわけですね。はい、いかがでしたでしょうか。はい、では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。